はい、こんにちは。皆さんのおかげで50万人達成した漁師浜湯です。で、今日はですね、こちらの動画でお世話になった水宝の社長荒木さんからですね、50万人達成祝いになんと大きなクエをねいただけることになりまして、で今船でねなんと生かして持ってきてくれてます。というわけでちょっと待ちましょう。はい、だいぶ近くまで来ました。およそ1時間半ぐらいですね。はい、じゃあ来てくれましたね。ありがたいです、本当に。ちょっとここ狭いんですけど、多分スラスターついてると思うんで止めてくれると思います。すいません、今日はありがとうございます。いえいえ。じゃあ早速見せていただきましょう。サーモンも2つ。ありがとうございます。もう浮いてますね。うわー、でかっ。おお、でかっでかっ。こんなでかい、すげえ。おっとっとっと、無理だ。よいしょ。うわ、すげえ。ありがとうございます。これ僕んとこで育てたサーモン、白崎サーモン。白崎サーモンですよね、めちゃくちゃ美味しかったです。うわー、ありがとうございます。じゃあ先は水を入れてですね、こちらのクエさんとりあえず生かしていきたいと思います。すっげえ、こんなでかいに取れることないですからね。でサーモンも生かして、で本当に今日はありがとうございます。もうつまらないものですが、ありがとうございます。僕の海苔とかです。もらいました。なんかめっちゃ美味しかったです。あ、よかったです、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ締める前にですね、皆さん大好き集中映像を撮っていきたいと思います。それじゃあ GoPro 突っ込んで、はい、じゃあクエ上げて、早速締めていきたいと思います。よいしょ。でっか。いや、ほんまにめちゃくちゃでかいですよ。で締めるとこはこことここの間ですね。で多分めちゃくちゃ暴れると思うんで、こうやってもう僕乗っておきます。よいしょよいしょ。おお、そんな暴れんかった。ほんで口がこうやってバカッと開いたらちゃんと閉まってる証ですね。すっごいですね。食べられそうです。はい、じゃあ次血抜きしていきます。めちゃくちゃでかいんで、ちょっとエラのね中間も切って、ほんでここ膜のとこ切って、骨が通ってる下、骨の下ですね、切っていきます。ものすごい血ですね。んでここちょっと鱗取ってで切りましょう。ちょっと硬すぎて切れないんでこれで切ります。おお、包丁が折れた。マジか、包丁が折れた。よし、これで切れた。ほんでここの神経の穴に神経棒を入れていきます。穴入れて、で思いっきり、よいしょ。だから神経が抜けました。よし、これで身にパワーが残るぞ。じゃあこちらを水中の中で血抜きしていきます。うわー、ごっついわ。よし、これで血抜き完了です。はい、じゃあこの子を持って、よいしょ。そしたら軽トラに乗して移動します。はい、じゃあ家の前まで来たらこのクエ持って、で倉庫に移動して、よいしょ。じゃあホースで血抜きしていきます。じゃあ水を出して、ここの切った穴にですね、このホースを突っ込みます。突っ込んで押さえる。おで、坪田さん今体がパンパンになったらいいそうなんで、これで OK ですね。体パンパンです。マダラちゃん見てみ、ほら。マダラちゃんこれ見てみ、ほら。ほらほらほら、マダラちゃん食いだぞこれ。ほら、カプと食べれるよ。マダラ食べられるよ。ほら、この大きな口。あんま興味ないですね。はい、じゃあ次はエラ取ってお腹裂いて、はい、内臓出します。いや、これ取れるかな。ちょっとエラ膜切っちゃって、はい。で次このカマの付け根ですね。エラです。クエってこんな硬いんだな。マサルさんいつも工具なんか使ってるけど気持ちわかるわ。よいしょ、切れた。で先にお腹割っていきます。で切って、でキャーッと。うわー、水すげえ。本来はお腹割らないんですけど、僕割らないときれいに掃除できないんで割って、でこれ空気袋ですね。これ割るとパーンって言います。でこれが胃袋。なんか食べてますね。なんかの魚です。でここもっと切っていろいろ取っていきます。引きちぎれるかな、このエラ。ハンドパワー。よいしょ。なんとかハンドパワーにより取れました。よいしょ。はい、これがエラですね。エラだけでこのサイズで、あとは内臓とかを取って、よいし
で、こんな感じで、肝臓。で、いろいろなんかありますね、これ。昆布みたいな。こんなんが脂肪です。だいたい魚の腸の周りについてるイメージですね。で、あとこの膜取って、で、この腎臓のとこ、切れ込み入れます。腎臓でっか。で、腎臓も取って、こういうとこも取って。で、こういったササラで、きれいに内臓を洗います。めっちゃ綺麗に取れる。やっぱササラ最強。横着したらいかんね、こういうのは。はい、じゃあこんな感じで大体綺麗になりましたら、キッチンペーパーで水気を拭き取っていきます。これね、普通のキッチンペーパーじゃなくて絞れるタイプのキッチンペーパーです。こっちの方がいいよ。何回も使えるから。すごいな。このぬめぬめ。そうそこ、ぬめるよ、ぬめたよ。で、腹の中も拭いて。はい、じゃあ水気が取れたら、この腹の中にね、ティッシュペーパー、キッチンペーパー詰めておきます。で、密封です。で、またキッチンペーパーでぐるぐるに巻いてあげる。巻くのも一苦労ですわ。はい、じゃあ巻き寿司みたいになったら、こうやって袋に入れます。だからこれ返して、この中に水溜めます。で、こいつをつけようかと思ったらめちゃくちゃ破れてる。ちょっと新たな袋に入れ替えます。なんか袋用意してくれました。ありがとうございます。で、詰め返して、これは大丈夫そうですね。よし。ここまた危ないぞ、さっきみたいに。こういったいった。そしたら、こう水の中に袋沈めていって、空気を抜いて弱真空。ほんで、この口を EC ロックで、よいしょ。しっかりとね、閉めます。これで OK。ほんで、氷を、これでキンキンに冷えるぜ。さあ、これ魚も沈むし OK ですね。じゃあ蓋をしてこれで寝かします。で、今日から1週間かいけそうやったらね10日ぐらいまで寝かしてやって、そこから食べたいと思います。それじゃあ1週間10日後へピャーン。はい、というわけであれから1週間経ちました。で、1週間経ったクエの様子がこちらですね。めちゃくちゃでかいです。で、お腹周りも全然綺麗だし、匂ってみてもクエ臭いなって感じの、クエの匂いですね。体表はちょっと柔らかくなったかなって感じですが、ブニブニと張りがあります。で、全体的にヌメヌメです。で、尻尾の方はこんな感じで全然綺麗な身って感じですね。はい、じゃあこちらの1週間寝かしためちゃくちゃでかい、9キロぐらいあったであろうクエをですね、今日はさばいて脱水とりあえずして明日調理したいと思います。じゃあやっていきましょう。レッツゴー。で、クエの名前の由来なんですが、なんかこう模様がですね、クエのような模様がついてるからクエか、汚れてるように見えるからクエとか、いろいろあります。で、今日朝から仕事してちょっと疲れてるのでテンション上げるためにゴールデンタイム。いただきます。じゃあやっていこう。はい、じゃあまずすき引きやっていきます。この包丁でやります。ほんまもっと長い包丁がいいって言うんですけど、こうやって包丁をなるべく上下に刺して、こう皮のとこね、下まで身までいかないように、鱗と皮の間を切っていく。よっしゃー。OK。ちょっとミスっとる。で、こんな感じで皮が取れました。で、結構ね、もうほんと鎧みたい。モンスターハンターだったら素材になりそうです。裏側にもこんな感じでびっしり、鱗？表も鱗？死後恐怖体の人注意ですね、これ。で、ちょっとこういうヒレが邪魔なんで取っていきます。これすんごいね、めっちゃ出てますね。このヒレを取っていきます。このニッパーで切っていく。もう多分ハサミやと切れんからね。はい、これでヒレが取れました。ここら辺は後でのけておきます。で、よっと返して、よいしょ。よし。はい、じゃあ残りのすき引き全部やっていきます。いや、マジでこれすき身だけでね、かなりの時間かかりますね。30分はかかるな。大変だ。
というわけで20分ぐらいかけてようやく皮むきができました。これが僕の限界ですね。これほんますき引きってね、見た目より難しい。ちょっと身が見えちゃってますが、めちゃくちゃね脂の乗ってる感じがあります。で反対もこんな感じでまあミスりましたけど、僕のチャンネルはミスはご愛嬌というわけでやっていきましょう。じゃあ次これおろしていきますよ。頭をまず取りますよ。はい、じゃあちょっと先に余分な鱗を落として、取れんかった分はちょっと金出しでこすりましょう。よし、じゃあ洗えたらまな板へゴー。はい、じゃあ釜を落としていくんですが、その前に栄養補給、鹿児島ハイボール。よし、もうエネルギーでも補給しないとやってられねえ。はい、じゃあまずこの釜をね先に取っていきます。もうここらは絶対無理だったので、ここから包丁入れて、でこう斜めにでここまでいったらもうこうやってよいしょねじります。よいしょ。はい、これで釜が取れました。見てください、これでかさめっちゃくちゃでかい。じゃあ次反対もよいしょ。同じように包丁を端から入れて、で端までいったらもう一回ねじり取ります。よいしょ。はい、取れた。はい、じゃあ次頭を落とすんですが、これめっちゃ硬くて絶対入らないので、ここですね、骨と骨の間のこの白い関節を狙って包丁を入れていきます。入るかな。よいしょ。入った入った。白い間、よいしょよしよしよしよいしょ。よし、これでほら骨が砕けましたね。砕けたというか切れた。じゃあ次ここ切って、こっちまで行って、で反対ここもちょっと上切って、よいしょ。でここも切る。でもう骨は切れてるので、ここを切ってあげると、よっしゃー。はい、これで頭が取れました。でようやくここまで来ました。3枚におろすのがちょっとあれなんで、ちょっと休憩してから行きますね。それじゃあ15分後。はい、じゃあ休憩して元気になりました。やっていきましょう。はい、じゃあ3枚におろしていきます。ここから包丁入れて、でで骨の上感じつつ入れていきます。よし、いい感じで、問題はこれ多分対抗高いんで、ちょっと包丁こうして、この骨のボコってなってるとこ、ここを富士山だとしたらここにこう当ててあげましょう。こうやっていって、でここに当たりましたと。そしたら包丁返して、で同じく包丁入れていって、鱗が入るから入らないな。ちょっとガジガジしますね。よいしょ。で入り口ができたらまた包丁ね、骨の上入れていきましょう。油が乗ってるから包丁入んねえと。で油のとこまでしっかり上まで入れて、よし、うまいこといったな。んで包丁通して、でガッと引く。動かんわ、無理や。油骨を1本ずつ取っていく。反対も包丁を入れてあげて、よいしょ。はい、これで身がよし取れました。うわ、ごっついな。綺麗な身ですね。食えって感じがします。これのけて次反対で、おろし方綺麗におろせてますね。パーフェクトです。そしたら反対やっていきます。じゃあもう一回端の方から包丁を入れて、結構斜めにいきます。ちょっと鱗残ってるとこ逆さ包丁入れたろ。よし、これで OK で、包丁よいしょ。でまた中開いて、骨の上包丁を入れていく。このあばら骨までしっかりとね包丁入れとかんと後から大変なので、中まで入れたらまたちょっと上にして、この登山の上ですね、返して、よし反対だ。ここもちょっと入れとこうか。逆さ包丁、包丁皆さん力入れるとき気をつけてくださいね。飛んでいくんで。逆さ包丁入れて、でこっち同じように骨の上で、骨の中までしっかりこうやって入ったら、このあばら骨をニッパーで切断していきます。OK。んだらこっちちょっと入れとって、でここで切断です。よいしょ。 OK。 んだらこうですね。はい、うまくおろせました。よいしょ。で残った身はこんな感じですね。ほとんど身は残ってないです。うまくさばけました。ありがとう、みんなのおかげで。これ1個の身でだいたい3キロぐらいありますね。もうほらこんなでかい。じゃあ次あばら骨を取っていきます。これは難しそうだな。高さ入れんとも思いっきりいくか。よいしょよいしょ。 OK。 でもう結局ね、ここ切ります。ここなんか、炊くに使いましょう。よいしょ。でこちらのもう一身は実家と松岡さんに持っていきたいと思います。でこれの血合い骨ですね。ここの半分切って、よいしょ。もっちもちや身で、これで片身取れました。で次この上側ですね。上側包丁入れて取っていきます。あら、結構骨ゴリゴリ言ったぞ。よし。
取って皮切ってでピロピロ OK で切った身はこうやって脱水ペーパーに巻いてほんで冷蔵庫に入れて明日調理したいと思います。まあやっぱこういうね水気の多い魚は一日脱水しとった方が絶対美味しい。それは間違いない。特に寝かしとるやつはねちょっとブヨっとするんで脱水することによって身も引き締まって美味しいです。やってみてください。で問題はこちらのクエの頭ですね。割らないと食えないんですけどクエが食えないというね、それはさておきですね。ノコギリないんでこちらのキャンプ用に用意したナタですね、これでやっていきたいと思います。ナタ当てて叩きます。無理かもしれん。ナタじゃ無理。包丁でやっていきます。もうここら辺刺して落としていく。ああ包丁の切れ味が死ぬ。出てきた。でこう落としていく。よっしゃここ切ってでもうあとはトン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 日野の2トンです。ニッパー助けてくれ。よいしょでここよいしょいたー歯がえげつない。よしであとはここだけだ。皆さん軍手入ってやりましょうね。クエの頭やるときは OK やったー。これ見てください。クエの歯これがねほんまに痛いんですよ。これ気ぃつけましょうね。じゃあ今日はここまでで、続きは明日ですね。はい、じゃああれから1日経ちました。魚の様子がどうなったかというとこちらです。1日経ったクエですね。で1日経ってこの脱水ペーパーかなりね水気を含んでるのが分かります。剥いでみましょう。ほらもっちりしてね、多分これ2日ぐらいね脱水シートしとかなあかんと思う。身がもっちりしてるけどまだこれでもね水気含んでる感じです。まあとりあえず今日はこれでやっていきます。で今日は水穂さんにいただいたクエと水穂さんにいただいた白鷺サーモン、これもさばいておりましたのでこの2つを使ってやっていきます。で皆さん今日もどうせ刺身と天ぷら煮付けって思ってるでしょ。違いますね。今日はですね海鮮丼とウニ焼き、それから煮付け、これでね作っていきたいと思います。早速やっていきましょう。春が訪れ鳥がさえずり虫たちが鳴く。今日はとてものどかなので外でやりたいと思います。セニョリータ。それじゃあ久々登場。めっちゃ綺麗なあれでそこに炭を並べて、でどこにでもある家庭用バーナーを着火。よしこれで放っておきましょう。その間に料理ですね。はい、じゃあここまでできたらクマバチがスズメバチや。危険でした。抜刀して、いや本当に危なかったですね。スズメバチ気を取り直してクエのウニ焼き用の身をねちょっと切ります。これぐらいちょっと厚めに。よしこれで OK。 じゃあ次この皮を引いていきます。端の方からシャコシャコと入れて、分厚いな。下までいったらこう斜めに押し出すようにキュイーンで引く、押し出す、引く。よしはい、こんな感じです。でこれめちゃくちゃ大きいので、まあ、刺身サイズですね。指3本ぐらい、3本ちょっといかんぐらいのところで縦に切って成形します。よいしょ。うわもっちもちや。断面図もめっちゃ綺麗。すごい。で次はサーモンですね。でちょっとこの骨のついてしまったところをリカバリーでなかったことにしてあげましょう。よいしょ。でこれも端の方からシャコシャコと入れてあげて、で皮面のところに到達したら皮を引っ張りながらやっていく。一度入ったら刃がスーッと皮を取っていきます。はい。で皮が綺麗に取れてません。もうさっきのスズメバチのインパクトが強すぎて皮がちょっとついてるぐらいだったらねどうにでもなるって感じですね。でもちょっと難しいのでこれも半分に切っちゃいます。半分に切って下側は焼くようにします。これでリカバリーです。ではサーモン切れ込み2本入れて切りつけていきます。とりあえず5切れほどって言いながら6切れですね。でクエもまあちょっとすごいからちょっと切れ込み入れましょう。うわ分厚い。薄く切らんと。で切れ込み入れたら薄めに切っていきます。うわ人たちで切れない。嘘でクエは海鮮丼にも使う。あそうだ、サーモンも海鮮丼にしたらいいんだ。使うので多めに切っておきます。これで OK 牧場。
はい、じゃあ海鮮丼用の漬けを作ります。サーモンとクエを入れて、で醤油、酒ちょっと、みりんもちょっとだけ加えて、でこねこね、これでつけておきます。で刺身を盛り付ける前に、僕の動画いつも妻がいないじゃないですか。でこんなものを買いました。それがこちら、妻作る機械ですね。で引いて、で大根ここに刺して、でこうガチャッと、よし。でこれでここをぐりぐり回すと大根のね妻ができていきます。で大根の妻結構長持ちするんで、ちょっと多めに吸っても大丈夫。よし、これで OK ですね。で刻んだ大根は水の中につけておきます。ちょっと大根肩ですか。よし、これです。ちょっとさらしましょう。はい、じゃあシャレげな器を用意して、先ほどの妻を乗せる。そしたらしそを切って乗せて、よいしょ。でここに刺身を並べていきます。はい、じゃあこんな感じでクエと白鷺サーモンの刺身盛り完成。はい、じゃあ次はウニ焼きのソースを作っていきます。ではまずウニを適当に入れて、これぐらいかな、もうちょっと、もう一声でここに少量のみりん、それから醤油をほんの少し香り付け程度で、あとは卵黄ですね。で卵黄を取り出してここに入れる。で潰しながら混ぜてあげます。はい、これで濃厚ウニソースの完成です。はい、じゃあ魚に軽く塩を振って、はい、じゃあスズメバチに気をつけながら外で焼いていきましょう。あいつがいつ来るかマジ怖かった。はい、じゃあ火もいい感じに凝ってるので広げてあげて、でこちらのいつ使ったかわからん綺麗な網ですね。もうこんなもんはこれしとけばいいんですよ。ファイヤー。よし、これで新品です。はい、じゃあ網を敷いて、ちょっと網がぬくもるまで待ちます。で魚がひっつかんように油塗っておきます。思い切れないね、鳥の匂いする。長年の秘伝のタレと一緒。もうちの焼き器は長年使って継ぎ足し継ぎ足しで汚れがついてるから美味しい。はい、じゃあ焼いていきます。皮目から。おお、でクエ。わあ、いい音。これでしばらく様子を見ます。はい、じゃあ返していきます。うわ、皮が外れそうやけど最高にうまそう。うわー、すげえ。でここに味噌ソースを塗っていきます。うわー、あちちちち、あちー。よし、あち。こんなうまそうなのには飲まずにいられん。ゴールデンタイム。飲まずにいられんとか使ったことない。この匂いだけでいけるわ。最高やな。ちょっとね、いろんな面焼いていきましょう。やばいやばい。で側面にもタレタレ。あっちー。はい、でサーモン焼けたので揚げていきます。はい、でクエもめちゃくちゃうまそうに揚がりました。あちちちち。でここにのして、あちちち。オッケーですね。はい、じゃあお皿にクエとサーモンのせて、はい、クエとサーモンのウニ焼き完成です。はい、じゃあ残りは海鮮丼だけでございます。米をですね用意して、こちらに以前も使った赤酢ですね。海鮮丼は使わない人も回しかけた方がいいでしょう。ちょっと喋りに集中してた。で海鮮丼は豆飯でやる人も多いんですけれども、今回僕すし酢使っていきます。でこんな感じで酢が回ったらお茶碗を用意して米をついで、でこうちょっとシャコシャコとでネタを並べていきます。で大葉を引いて、で卵黄でいつものいりごま散らして、で僕のおすすめ金久さんのわさび、これをちょっとのして、はい、こちらクエと白鷺サーモンの2色丼完成です。めちゃうまそう。それじゃあ煮付けも小通り。はい、というわけで完成しました。浜湯特製クエと白鷺サーモンのやばい御膳。うまそうな丼にお刺身、それから炭焼きウニ焼きにこちら昨日炊いていた煮付け。ほっぺがちょっと焦げてますがいただく。それじゃあ食べよう。クエクエクエ始めようか。はい、それではいただきます。でビールはもう食べる前に開いたので2本目鹿児島ハイボール。めっちゃもらったからめっちゃあるんですよ。いっぱい飲まないとね。
じゃあまずはこちらの海鮮丼、みんな一番好きなやつ、卵潰すってやつですね。卵潰してまとわせて、でいただきます。うまっ。サーモンもね3日ぐらい寝かしたんですけど、それでもまだしっかりとした弾力があって、でそれからサーモン独特の香りですね。日本のサーモンなんでちょっと外国産とは違うんですけど、臭みもなくて、でそれが赤酢のコクとこの卵黄が赤酢のコクとサーモンをこうまとめ上げてくれるみたいな、そんな感じです。最近なんかYouTube で店行く YouTube 見てて、それのなんかコメント練習してます。だからうまく言おうとしたらあかんね。もう俺は俺の言い方で言う。よし食え。わさびつけ忘れた。いただきます。うまい。じゃあ次お刺身サーモンから。醤油につけると油が浮いてる。すごい。なんだろうな、油があるんだけどもうすごいって感じなくて、でも旨味も強くて、そしてサーモン独特の風味もあるみたいな、そんな感じの非常に美味しい魚で、お次は8日間熟成したクエですね。まだまだ熟成できそう。ごめんなさい、口に入れた瞬間は全然美味しくないんですよ。クエ系ってほんま噛めば噛むほど旨味が後から来る、すんごいんですよ。言うならばですね、本当にこうワイヤーガッチガチ、ロープガッチガチにね組んでて、それ薩摩結びとかめっちゃしてるのをね噛んでほどいていく。そうすると旨味が出てくる、そんな感じですね。やっぱ刺身なんで肉汁みたいに出てこないんだけど、なんやら出てくるんですよ、旨味が。臭みもないけどクエの風味はする。はい、じゃあお次はサーモンのウニ焼きですね。うわあ、こんな映像見られない。いただきます。両方ね。これどっかでウニ焼き食べたんですよね、店とか。ちょっといい店行ったらあるじゃないですか。いただきます。うまっ。鮭の味なんだけども、油がそれより非常に乗ってて、脂っこいんかなって思ったら皮のね食感がやっぱカリカリとしててうまくて、油のむつごさをウニ焼きのウニがねうまいことあれしてくれますね。めっちゃお酒に合うわこれ。そしてこれまたクエ。津本さんが言うにはね、長く寝かしたやつは火を通すと化けるらしい。いただきます。刺身とは打って変わって、噛んだ瞬間に旨味がジュワーって広がって、なんだろう、クエがでかいからか、この食べる繊維っていうのかな、ブロックがめっちゃでかく感じるんですよ。で一口小さくした方がいいかもしれない。でも僕でっかく食ったからもう噛みジュワーみたいな、こんな感じですじゃあちょっとクエのこの頬肉いただいてみましょう。煮付けですね。いや頬肉、このクエの噛む力を支えてる筋肉ですね。肉々しいです。ささみ用のパサついてない感じの味がします。これはうめえ。なんかどこ食ってもうまいですね、クエは。でもまあ一番僕好きなの今回海鮮丼や。海鮮丼のねこの赤酢とクエとかの刺身をまとめ上げるうまさ、これは何とも言えん。おいしい。それじゃあ、あとはゆるりとみんなでいただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、というわけでまずは送っていただきました水曜さんの社長荒木さん、ありがとうございます。そして皆さんもご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。で今回ね初挑戦した赤酢の海鮮丼とウニ焼きなんですけれども、好きになると思うよ。でサーモンもクエも水曜さんで釣れるので、前の動画でも紹介したんですけど、皆さんぜひ機会があれば行ってみてください。ほんまに美味しかった。この後ちょっとゆっくり食べます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。次の動画も見てくださいね。See you next time. バイバイ。